お前ら、よく聞け。日本は終わる。お前らが今のままだったら、必ず日本は終わるから。これ聞いて、そんなことないだろうと。そう思う奴ら。100% 断言する。このままだったら、日本は終わる。なんでかっていうと、この1990年代にパソコンやインターネットが出てから、日本だけ成長が止まってるんだよ。日本だけ若者が挑戦しなくなってんだよ。この30年間、日本だけ経済の成長が止まっちゃってるんだよ。残りの190いくつの国は、ほぼ全部成長してるんだよ。みんなもそれは知ってるはずだけど、まあなんとかなるだろうと。口を揃えてこう言うんだよ。そして、これからの何十年間、日本だけ人口が急減するんだよ。もちろん、少子化の国はいくつかあるけども、日本だけものすごい角度で人口が急減し、今世紀中には約半分になっていくんだよ。ご飯を食べる人の数も、洋服や家を買う人の数も、教育を受ける人の数も、車に乗る人の数も、半分になっちゃうんだよ。よく考えてみ。税収もどうやって増やすんだよ。医療費、誰が負担するんだよ。電気やガスや水道、誰がこれ維持コスト持つんだよ。日本が30年横ばいで、こっから人口が減っていく。今のままで本当に持つと思ってんのか？俺は20年前から、いや30年前から、やばいなと思って、できる範囲でこの国が、この社会が、また成長するために、いろんなことを挑戦してきました。確かに80年前の戦争が終わった時から、世界200近い国の中で最も経済成長し、すべての国の中でも最も豊かとも言える安全で素晴らしい国になれた。これも事実だと思う。そして今は病気で道端で倒れる人も少ないし、電気やガス、水道もどこにでも流れてる。だからみんなはこのままでいいと思ってるかもしれないけど、今の豊かさや幸せって君たちが作ったのか？俺たちが作ったのか？違うんだよ。戦後、君たちのおじいちゃんやおばあちゃん、もしくはひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん、彼らが血のにじむような努力をして、彼らは貧しかったままかもしれないが、残してくれたことだよな。90年代に世界トップクラスに日本が躍り出たとき、欧米から言われました。日本人は勉強しすぎだ。競争しすぎだ。働かせすぎだ。それで自ら命を絶つ人も多くなってきてるじゃないか。豊かになった日本は、その日から教育を厳しくするのをやめ、競争させない、いわゆるゆとり教育をやりました。その学生たちが
社会に出る頃、日本企業は働き方改革をし、やれホワイトだ、何かがあるとハラスメントだと、行き過ぎた過保護政策をすべての若者、学生、社会人に提供し始めました。その日から日本は新陳代謝が止まり、いわゆる若者のチャレンジ、下克上、そういうものが全く起こんない。平成という文字通り、何も平らで変わらない、そんな30年を迎えてしまいました。その間も日本の危機と言われ続けたけど、今日現在も電気は流れるし、財布も戻ってくることが多い。あら、大丈夫なんじゃないかな。そう思ってる若者はめちゃくちゃ多いと思う。こんな話をすると、そういう日本にしたのはお前ら大人だろっていう若者が多いと思う。確かにその通りだ。すべての50代、60代、70代、大きく反省して、みんなに土下座しなきゃいけないと。ただ、80年前、大人たちが戦争で負けて、焼け野原となった時に、その時の若者たちは、先人の悪口を言ってる暇もないぐらい、危機感を持ち、自らの時代、そして次の子や孫たちの世代のために、世界で一番努力をし、創意工夫をし、この国を豊かにしてきたわけだよ。そんな先人たちの努力の上であぐらをかきながら、今のお前らは働きたくないよ、怒られたくないよ、大きな会社に入って誰かに守られて安定した人生を送りたいよ、そんなことばっか言ってるよな。俺の兄弟や友人、同級生、みんなそうだった。でも俺はこの国に、この時代に生まれたからには、自分が生まれた時よりも死ぬ時の方がより豊かで素晴らしい国を残し、次の世代にバトンタッチしたいなと、そう思って他の同級生とは違った挑戦をしてきました。そして今も多くの仲間たちと、そしていろんな起業家と学生たちに向けて、このままじゃやばい、今の日本このままじゃやばいよと、ずっと伝え続けているわけです。もし今これを見ている視聴者の人が何十年か後に水道やガスや電気がつかなくなったり、警察や消防署が動かなくなったり、交通機関が止まってしまったり、食料品や医療品が届かなくなった時、そこから後悔しても反省しても
もう間に合わないんだよ。今、日本が元気ない。これを外国の国はどう思ってるだろうか。よく考えてみてほしい。今、若者が挑戦しない。下克上を起こしてこない。今のお金持ちや既得権益者はどう思ってるだろうか。よく考えてみてほしい。外国や今の偉い人たちからもっと勉強して、もっと働いて、もっと挑戦してこい。そんなこと言うはずないだろう。彼らは、お前らがそのままの方がいいんだよ。気づけよ、そろそろ。うまくやられちゃってんだよ。全員でもっとホワイトに、もっと過保護に、もっと優しい社会に、そういうのを目指していると、みんなで苦しくなるぞ。もしお前らがギリギリ今までの蓄えで食えてきたとしても、君らの子供や孫はもう数学的に確実にこの安全で豊かな暮らしを維持することはできない。それでいいのか？お前らは先人たちの蓄えを、努力を享受してヘラヘラ過ごして、君らの子や孫たちが本当に苦しい人生を送る。そうしてしまっていいのか？俺はそれは嫌だし、なんとかこれを変えたいなと真剣に思ってます。じゃあ何をすればいいのか。お前らは偉い人や大人が考えたことや今の常識やそんなものを従っちゃいけないんだよ。自分たちの足で新しい道を作らなきゃいけないんだ。政治も教育もビジネスもすべての産業、すべての制度、すべての風習、もう一回あるべき姿に若者だけでも変えようぜ。やがてそれが実を結び、ずっと低迷しているこの国が、お前ら若者の力で復活していく。高齢者や病気の人、子供たち、そういう人たちも守ってあげようよ。世界中の戦争や課題、困ってる人も助けてやろうよ。もう道は2つに分かれてんだよね。今のままなんとなく何も変えずに、だんだんみんなで苦しくなっていくのか、それともかつての日本がそうであったように、世界中の中で最も熱心に勉強したり研究をしたり仕事をして思いっきり成長して
競争して切磋琢磨して売り上げや付加価値、イノベーション、こういうものをどんどん起こしていく。どちらかしかないんだよ。まずは君から変わろう。君を変えられるのは君だけだよ。今日から変わろう。